にちは。今回は当時マタンザブローは仮面ライダーになりたい第6話への視聴者の反応をご紹介します。このチャンネルでは最新アニメの視聴者の反応や感想をご紹介しています。みんなの解釈や考察を知るとアニメ視聴の楽しみが増えると思いますので、ぜひ最後までお楽しみください。怪人の方、こいつかよ。津田健逃げて。物本来ちゃった。無理すぎて草。おいおい死んだわ。ショッカーより弱い津田健が叶うわけ。なんでヤクザの手下なんてやってるんだ。これが元で津田健怪人になりそうだな。ショッカーはガチモンです。仮面ライダーは思い込んでるだけの痛いおっさんたちです。この世界地味に積んでね。誰か改造されて脳改造前に脱走してこいよ。結構弱いからなんとかなる。思い込みの力は強いから。ショッカーは今まで何やってたんだよ。本物のショッカーは仮面ライダー放映児童を持ってたんだろう。ショッカーって生まれつきの化け物なん。誰かゲッターロボ作れる博士いないのか。戦闘員はともかく怪人までいるとな。デストロンとかもいそう。なんでおさんだ100万円払ってまで用心棒と喧嘩させたのかわからん。ヤクザってのは見栄の張り合いよ。余興でしょう。余興だろ。金は大した金額じゃないんじゃないか。部下の本気を試すため。 G 行為とブラック。雲男、仮面ライダー、津田健。こうだから絶対無理ゲー。この世界のショッカーは極道絡みの組織なのか。さすがに用心棒をやってるだけじゃないかな。理由はわからんが。津田健に明日はあるのか。東海並みのバイオレンス表現だった。ショッカーに憧れた男 vs ショッカーの怪人。津田健今後も話に絡んでくるんか。なんかショッカーになりそう。前の津田健めっちゃ弱かったのに人間相手には強いのか。といった怪人さんヤクザの用心棒なんかい。主人公サイドは一応まっとうな生計立ててるんやな。怪人とヤクザをどうつなぐかと思ったらこうきたか。ショッカーに入れるなら勝敗はどうでもいいよな。津田健死んじゃうの。大丈夫だ。拷問官だし。バトルものなのにバトルなくても面白い作品は本物。あったやろ。スピリッツでもヤクザみたいな捜査官が怪人になってたような。ショッカーの稼ぎってこんなんばっかりなのか。そもそも何が目的なんだ、この世界のショッカー。ショッカー戦闘員に外周移植されたのがヤクザだしな。生き残れればよいね、あのヤクザ。久保田が怪人だって分かったら戦闘員にしてくれって頼むのかな。主人公が空気なのが欠点やなこのアニメ。もう一番味がしねえな。スルーもされる主人公。先生もおっぱい以外存在感なくしてるのおかしいよ。出てくるキャラが濃いのばかりで主人公の東島の影が薄くなってきてる。東島ライダーは久々の当たりだな。来週から本番か。てか V3 が兄弟豊富だったり悲しき過去もあったり主人公的なんだよな。相変わらずテンポいいな。ロピア攻撃をショッカー戦闘員にしか使わない雲男さん優しすぎる。あの状況だと公園でバカ騒ぎしてる狂人だけ残しておいた方が都合が良いからな。風見素人本郷武がバーで語らうって妄想カットかよ。あれこそご本人降臨でやれたろうに。戦闘はパンで終わって飲み屋のシーンはそこまでではなかったけど、最後の引きで持ってくのずるいわ。今のところゆり子先生より弱いんじゃね。自称 V3。 ゆり子先生は雷神戦闘最強クラスっぽいから仕方ない。ただ大怪人は V3 の方が強そうな印象を受ける。まあ大怪人は東島の方が明らかに上やけど。おっさん2人と弟は JK と結婚即決なのか。オープニングでユカリスが仲間になっててわろか。前からそうだっけ。前からそうだよ。兄貴やっぱ一般人には無敗なんやな。相手が悪すぎるだけで。よかったね。今週やっとまともな人が出たよ。狂人の中にいるとまあそりゃ被害者になっちゃうよね。双葉ちゃんは終始常識人だった。双葉も常識人だけど強さがおかしい感じがする。そりゃ兄貴ぶちのめすためにヤクザに勝ち込みかけて素顔で暮らせなくなった虎師匠のもとで修行してたから。ちなみに読み方はトラマスターね。双葉ちゃん、かわいそうを超えて悲惨だった。ライダー愛も改造もなしでこんだけ強いんだよね。
もっと強くなる理由は十分にあるんだけど。兄貴はイカれてるけど、結婚祝ったり妹の店で結婚式挙げたり、風見四郎らしく家族思いではあるんだよな。イカれてるから相手は困るんだけど。弟もヤバいはヤバいけど強火のオタクで済む程度ではあるからな。まだ兄の強靭度に比べれば。ゆり子さんはコスプレだからいいとして、ユカリスはいつ変身解けるんだ。ゆかりすいい子だな。ライダーマン永遠と見せられても平気とか。オタクに優しい戦闘員。先生の元彼も同様の段階までは耐えてたんだ。その後強火のオタクどころかガチの頭タックルは現実的には無理ってなったけど、単に濃すぎるライダーというかタックルオタで済んでれば元彼とは普通に続いていたとは思う。先生元彼と書いたんだ。頭ストロンガーな男を探さないとダメか。親に本気で私がタックルだっていうような狂人を紹介できるかという現実で無理だとなった。ユカリスはショッカーなのでそういう現実的なあれこれはなかった。まあ戸籍とかはなさそうだけどね。ゆかりすあれで洗脳解けたのか。洗脳は愛で解ける。津田健ショッカーになるのか。津田健が怪人に覚醒しなきゃ勝てんだろ。あのヤクザはしのぎなんもできないけど喧嘩強いから買われてる感じか。腫れてない盲腸をわざわざ取るのも手間だしな。ショッカーごっこ死体で強盗やってるようなのなんて使えるかな。まあ今回みたいなことちょくちょくやってきたんじゃねえの。麻雀の第一でしのぎの利権決めるよりはよほどヤクザっぽい。ヤクザの勝負ってポケサーじゃなかったのか。津田健改造待ったなし。焼肉食いに行ける未来が見えない。言うても一般人死んでるし戦闘員は倒されたら消えるし、殺伐とはしてるんだよね。ショッカーは別に世界征服活動としては殺人してないんだよな。正体知られると隠滅に走るだけでっていうか何したいんだショッカー。大量に呼び出された戦闘員とかされたけど、表の仕事でサラリーマンとかやってた人は失踪扱いになるんだろうな。まあ現実でも年間10万人近くが失踪したり行方不明になってるからな。てっきり通行人も解かすのかと思ったわ。東島のパンチは雲男に効いてたのかな。まあ1号が見えてるわけだから聞いてるんじゃねえかな。雲男目線で東島を仮面ライダーと認識してたから、本物もしかしたらどこかにいるのか。多分怪人にされた人間の元は仮面ライダー班とかなんじゃねっかな。怪人班派行の。もしかしたらトップもライダーオタクで、しつこいくらい本編見せられてかぶって見えただけかもしれん。今週はカット多かったな。まあ全部やるのは尺的に無理だろうけど、全部やったら中途半端なところで終わっちゃうのもわかる。でもタックルの撮影会見たかった。てっきり戦闘員が来ると思ったのに、戦闘員にワンパンされたヤクザ対雲男ってオーバーキルすぎるやろ。津田健の強さはライダー陣営と比べるとどのくらいなんだろか。ショッカーに憧れてヤクザになっただけで鍛えてるわけじゃないから、あのメンツに比べるとだいぶ弱い。津田健はこれからライダー名物猛特訓で強くなる枠や。ところでゆり子先生はなんで変身解除しないんですか。あれがベストバランスだからあれでいいのだ。より古常識人、相対的かと思ったら、結婚式の流れではしっかり流されててやっぱり変な人だった。ユカリスは改造される前のことを覚えてないのか。名前自体改造時にリスがいたからで付けられた名前だしね。原作だと気がついた時に床にリスがいたからユカリスと名付けられたってくだりがあったんだけどな。言えば気がつく以前のことは何も覚えてない。今週もゆり子先生綺麗でした。次回ショッカーに入りたいって頼み込むんだろうけど、そこでショッカーについて少しは描写されるかな。主役のオタクたちもそうだけど、津田健ヤクザの今後も気になるから次回も楽しみだ。双葉は小清水さんか。本当にキャスティング豪華。女性陣はプリキュアばかりだし、キャストにちやさめいてる。ものすごい久々に津田さんもいすごく同キャラ来た。冷凍たこ焼き食べながら見てる。渾身のライダーパンチかっこよかった。ライダーが集結したっているけど、彼ら誰一人として免許なさそうなんだよな。次回、俺をショッカーにしてくれ。ショッカーに就職希望。そもそもこの世界のショッカーたちは何してんだろうな。邪魔するやついないんならさっさと世界征服なのに動けばいいのに。面白すぎた。次回
中尾さんの掘り下げ楽しみ。横井画伯。わーい。エンドカードは SD ガンダムでおなじみの横井画伯だ。横井画伯のエンドカード間近。感類。カードダスフ良いね。横井先生、エンドカードが豪華になるな。エンドカードの人選どうなってんの？すごいところに声かけたな。横井画伯この業界じゃレジェンドだよな。最後までご視聴いただきありがとうございました。皆さんのご感想や注目ポイント、考察などありましたらコメントで教えていただけると嬉しいです。このチャンネルでは最新アニメの視聴者の反応や感想をご紹介しています。ぜひチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。